ジャッカルとシマノのものづくり、ロッドのプロジェクトですよね。この歴史っていうのは本当に、挑戦の歴史と言っても過言じゃないと思います。シマノが持つロッドに対するものづくりの、技術的な部分のノウハウ、そこにジャッカルが持つバスフィッシングの経験ですね、これを最大限に詰め込んでものを、作っていく、どんどん新しいことにチャレンジしていく、そういった歴史だっていうふうに言えると思います。そんな中でね、特にアドレナは最先端の機能ですね、これを惜しみなく投入して作っていったロッドなんですね、歴史的に見て。ですから、特に僕らのロッドプロジェクトの中でも思い入れが強いシリーズだっていうふうに言えると思います。ポイズンアドレナって、一番何でも使えるバーサタイル性の高いモデルだから、だからこそ今回の進化は、重要な意味がありますね。僕自身日々の釣りの 90% が実はおかっぱりなんですね。機動力、携帯性、飛距離、バットパワー、そして感度、もうこの辺の総合力を考えたらおかっぱりではやっぱりアドレナ、これ一択かなと思ってます。ポイズンアドレナっていうのは常に挑戦してものづくりを進めてきたロッド、そういうことが言えると思います。2013年初代アドレナ、なんとポイズンシリーズの中でも初めてカーボンモノコックグリップを採用したロッドです。とにかく究極の軽さと感度、これを徹底的に突き詰めてロッドを作り上げていった、それがアドレナなんですね。初代の、テストを繰り返したね記憶っていうのは本当によく覚えてるんですけども、そして2018年2代目のアドレナは今度はねフルカーボンモノコックグリップを搭載して初代アドレナでも目指した、究極の軽さ、そして感度、これをさらに突き詰めたロッドとなっています。そして2024年全く新しいアドレナがついに完成しました。ポイズンの名に恥じない素晴らしいロッドが出来上がりましたよ。すでにもう十分に性能の高いモデルとなっていて何の不満もない。正直言うと何の不満もないけどね、この2024年のこの進化って洗練されたっていう感じ。釣りってやっぱりただ技術が高まったりっていうこと以上にタックルとの意思疎通、自分の腕だと、そういうふうにやっぱ強く思い込めることって釣果を上げる上では意外と重要だったりする。だからその辺の部分で自分の感覚にぐっと近づいてくれた。初代2代目のアドレナってものすごく実は思い入れがあって、もう本当におかっぱりで岸から釣りをするバスフィッシングの基礎を作ってもらったって言ってももう過言ではないかなっていう。エンジョイフィッシングやってた、それで楽しんでた頃もあれば、ストイックに必死に打ち込んでるそういうタイミングもあったり、でもどんな時にも別にアドレナがねそこにいて魚を釣らせてもらう、日常生活の一部に初代2代目となってたんですけど、時代の変化とともに、バスも賢くなってくるし、そういう魚を釣ろうと思ったら僕らアングラー側もやっぱりスキルアップしたりとか成長する必要がある。求めるものっていうのも変わってくるし、道具も進化する必要がある。シマノの開発担当者とこれからのバスフィッシングにさらに求められる新しいロッドって何だろう、これを切り口に徹底的に考えてきました。実際にグロリアスでは真の軽さというコンセプトをもとに徹底的に軽さを追求してきました。それは単純にね、自重、数値で現れる軽さだけではなく、ガイドのセッティングですとか、あるいは全体グリップリールシートに至るまでの重さ、これを徹底的にバランシングして、実際にアングラーが釣りで使う時に本当に心から軽いと思えるロッド、これを徹底的に追い詰めたんですね。このロッドの軽さの重要性っていうのは、例えばロッドを操作する、またはキャストする、で当たりを感じる、全てにおいてロッドが持っている重さ自体が邪魔をしていくんですよ。でもこの軽いがゆえにその辺が全てクリアになる。だからロッドの軽さ、そこが持っている恩恵っていうのはそういった部分ですね。僕キャストの時もすごくその軽さの恩恵って受けてると思ってて、今みたいに振り抜いた時の、抵抗感とか、
空気に触れる抵抗感ですよね。これがやっぱりこう振り抜きの良さ、シャープさっていうのにつながってるかなっていうのは感覚としてすごく持ってますし、あとはやっぱり情報の質っていうんですかね、その手元に伝わる感覚がかなり明確化される、軽さがゆえの情報伝達の精度の上がりっていうのはすごく感じてますし、そこが逆に言ったら軽さの核心部かなっていうふうには僕は感じてます。そして新しいアドレナを作り上げていくときにアルティマ、グロリアス、そして今回のアドレナ、さらにね最先端の技術を使うことによって場合によってはねグロリアスに勝るとも劣らないロット、これを作り上げていく、これが今回の最大の命題でした。時代の流れもあって、やっぱ釣り方なり自分のテクニックなりっていうのがどんどんこうアップデートしていかなきゃいけないっていう時代になってきてると思うので、やっぱそれにこう順応する竿もちょっと欲しいなっていう、今までのアドレナにはなかったというか、そういうテイストのモデルもちょっと欲しいなっていうところも思いましたね、最初は。そしてねアドレナのファーストプロトが上がってきたんですね、新しい。とにかく覚えてるのはね、まず持った瞬間またこれ軽くなったなって本当にびっくりした、驚いたのを覚えてます。実際シマノの最先端の技術を使うと今までもねものすごく軽い竿を作ってきたんですよ。でもさらにここまでまた軽くなるのかって驚いたのを覚えてますね。いや軽くないってもっと軽くなってないみたいな、竿をこう振り抜いた時っていうかな、振った時の空気抵抗の少なさ、要はすごくシャープに振り抜けるっていう、さらに進化して磨きがかかってるなっていうのを、純粋に最初感じました。やっぱり軽さはもちろん、飛距離もよく出るし強度もしっかりしてると、2024年の最先端っていうのがこれなんだなと、そんな感覚でしたね。そしてそこから実際にその軽さを生かすためにいろんなセッティングも試してみました。例えば実際のフィールドでロッドを振ったりねスイングしてキャストしたり、あるいはフッキングしたりバストファイトしたり、そうする時にもやっぱり軽さを感じれるように、例えばグリップにちょっとウエイトを追加したりとか、いろいろやってみたんですね。ところが今までのセオリーにのっとったバランスの出し方だと、せっかくブランクスが最先端の技術で軽くなってるんですけども、かえってバランス崩しちゃって不自然にこうロッドティップがね持ち上がる感覚を覚えてしまったりだとか、あんまり良くなかったんですよ。そんな中シマノのロッド開発者から新しい提案をもらいました。それはシマノの最先端のテクノロジーで、ロッドが軽くなるんだから、このグリップこちらも軽くしたらどうだろうかということで、上がってきたのがこのサンプルです。なんとロッドエンドはこれ穴開いてるんですよね。こうすることによって一つは感度がよりダイレクトにアングラーに伝わる、そういった効果がありました。やはり開口部から感度が振動という形でよりアングラーに伝わりやすくなるんですね、ダイレクトに。そして何よりも決定的だったのが軽さです。ロッドエンドは一番ロッドの重量でバランス上影響を受けるポジションなんですけれども、そこが軽くなる、これは非常に大きなメリットがあって、ロッド全体のブランクスが軽くなる、そこに合わせてロッドエンドも軽くなることによって全体としてより持ち重りのしない非常に軽量なロッドに仕上がった。理屈はわかるんですよ。ただ実際ねフィールドで使うとなると強度の問題とか、あるいは傷の問題とか、その辺がどうなのかってやっぱり疑問も浮かび上がってきた中で、テストを繰り返して、そこから本当に試行錯誤の連続でしたね。実際にプロトでね、現場で僕が目をつぶって誰かに途中のこの糸を触ってもらったりとか、目をつぶって操作をしたりとかっていうのをやりました。じゃあなぜそれをしたかというと、目で見れる情報量ってだいぶ助かってるんですよね。それはそう思い込ませちゃう要素にもなっちゃうんで、本当にじゃあ感覚として伝わってくるものはやっぱり何かというと、その手に伝わる感覚だけなんで、目をつぶる、それが一番ダイレクトにその時伝わってる感覚を肌で感じれると思ったからしたんですね。横風受けますとか、アゲインストで正面から風が吹きますっていう、ちょっとこう感覚が伝わりにくいような状況下条件でそれをやったんですね。
その結果やっぱり分かったというか、クリアさに改めてそこで現場で気づかされましたね。そしてやっぱり何といってもアングラーにとって大切なのは飛距離ですよね。ジャッカルシマノのチームメンバーと話してても、例えば畑プロだったり水野プロだったり話しててもね、最近のバスフィッシングで、何が重要なのかっていうと、やっぱり飛距離っていうのは外せない要素なんですよね。これだけフィッシングプレッシャーが高まるとバスからね距離をある程度取って、正確なアプローチ、これが必要になってくるんで、ロッドにとってこの飛距離っていうのは必要不可欠の要素だ。これは本当に全てのメンバー共通した認識でした。バスと人間とのアングラとの間合いが取れるっていうのは、バスも間合いが取れれば取れるほど普段通りの行動をしてくれるし、あとはこういうだだっ広いフィールドでもやっぱり探れるエリアが広がるっていうことは、探していくバスフィッシングにおいてはすごく重要な要素だからやっぱり飛距離って自分自身特にねこだわりたいところですね。狙ったコースをしっかり通したいっていうキャスト重視の釣りの時もあるんですけど、それもちゃんと飛距離を飛ばせれる状態のタックルセッティングにしておいてコースを狙う、近場を狙うっていうことができる。もちろんそのストライクゾーンが広く取れるということで、飛距離っていうのはすごく大事なんですけど、重たいものを遠くに飛ばそうと思えば釣り人の技を問わずに誰でも飛ばせるんですよ。ルアーの自重があるから。でも軽いものを遠くに飛ばそうと思った時、これは竿、ここの性能が大きく問われるような場面になりますよね。だからこそバス釣りにおいては飛距離めちゃくちゃ大事なんですけど、それを出すためにロッドの力っていうのもすごく重要な部分ですね。でアドレナって汎用性高いですっていうキーワードをね、僕自身も言ってたんですけど、その汎用性って1本で幅広いルアー投げれる、それももちろんなんですけど、1本で幅広いルアーを投げつつも同じキャスト精度でルアーの重さ、形、空気抵抗感っていうのが変わったとしても比較的キャストが決めやすい、それをサポートしてくれるのが僕は竿だと思ってるし、だから竿によるキャストの安定性、これはすごく大事なことですよね。そしてその飛距離と安定性の両立を実現するためにたどり着いたのがこのシマノオリジナルの X ガイドです。この X ガイド初めて見た時は、正直違和感がありましたね。とにかく今までのガイドと形状が全く違うので、本当にこのガイドでそんな効果が出るのっていうところで、シマノの技術開発者からいろんな話を聞いたんですけども、確かに理にはかなってるなと、そこまで言うんだったらねテストしてみようということで、フィールドに出てみると、確かにね飛距離伸びました。そしてね、何よりも抵抗感がなくなったっていうフィーリングがありますよね。最近のバスフィッシングだとフロロカーボンとは硬いライン使うじゃないですか。硬くて重いんですよフロロカーボンですから、リールから一気に放出されたラインというのはどうしても暴れがちになるんですが、それがこの X ガイドを通過するときにバラバラバラってスピニングリールでキャストした時の特有の音も小さくなってくるし、本当にいいガイドができたなっていう感じでしたね。同じスピニングでも前のタイプのガイドと新しく採用されたガイドとっていう投げ比べをした結果、雑味がないというか、当たるその干渉するような抵抗感をキャスト時に感じることが少なくなって、すなわちそれって飛距離アップにつながってるんじゃないかなっていう感じにはなりました。確かにね、この X ガイドで糸の抵抗を感じない感じでヒューって飛んでいくもんね。確かに飛距離は伸びてる気がする。いや、アドレナがもうここまで来たかというところですよ。だってこの2代目までは僕これでもう十分満足っていうところに来てたので、でもそれをさらに超えて、さらに自信を持ってね出せるモデルへと進化して、バスもね年々タフ化している中でどんどん人間側もスキルアップしていかなきゃいけないっていう、その中で竿によるこのアドバンテージってすごくでかいので、どんどんこれからねこのニューアドレナで曲げていきたいと思います。楽しみです。もう本当にすごすぎる。グロリアスやアルティマといったハイグレードなモデルに肉薄してる、そんな風に思いますね。
今回のアドレナもジャッカルが持つバスフィッシングのノウハウ、そしてシマノのロッド作りの技術力、これを余すことなく反映して作り上げたバスフィッシングロッドです。ぜひフィールドでその性能を存分に味わってください。